バターを乗せちゃうとバターがこうバーって乗ってっちゃうじゃないですか、勝手に。バターは溶かすもんじゃない。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。エンドリケリー堂本剛です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならない10個のアイテムを皆さんにご紹介いたします。それでは早速いってみましょう。 Let's Funk。まず最初のアイテムはこちらです。おもちゃです。僕が本当に幼少期家族に買ってもらったおもちゃなんですけど、このフィギュアに限らずいろいろなおもちゃを結構僕持ってまして、どんな思いで家族が僕にこれを買ってくれたんだろうなとか、あの時あそこにお店行ってこれ買ってもらったよなとかっていう、その思い出がこういうおもちゃに詰まってるので、そういう意味でこのおもちゃをポージングさせたりして飾ったりして、2週間に1遍ぐらいでこうしたりする。3週目とか例えばこうしとくとするじゃないですか。飾ってる場所は同じやけど、って煮詰まった時にこの視界にこういうものが入ってくるとなんか頑張れるんですよね。そういうちょっとこの力をもらうためにお部屋に昔家族から買ってもらったおもちゃっていうものを飾っています。続いてのアイテムはこちらです。ギターです。カスタムしてオーダーして作ったギターなんですけど、なんかヴィンテージのギターとかも数本持ってるんですけど、レコーディングの対応もできてライブの対応もできるギターって考えた時に、やっぱ作っちゃった方がバランスよく作れるんじゃないかなと思って、でそれで作りましたね。やってる音楽自体がいろんなジャンルがやっぱり混ざってるジャンルレスなファンクミュージックっていうか、いろんなジャンルに対応できるサウンドを出せるギターが欲しいなっていうところで、いろんなミュージシャンたちが本当に愛用したギターのその特徴っていうんですかね、その美味しいエッセンス、うまみのところをちょっとつまみ取って、それでこのギターに注入してブレンドした。エディ・ヘイゼルってギタリストがいるんですけど、エディ・ヘイゼルのギターが好きですかね。ファンクミュージックに没頭するきっかけをくれたギタリストでもありますし、命の匂いがプンプンしたギター弾く人なんで、それになんかどんどん吸い込まれていったっていうところではエディ・ヘイゼルですかね。続いてはホットケーキです。昭和大正のその建築っていうんですかね、そういうものにちょっと興味が湧いて純喫茶に足を運ぶ機会が増えたんです。でその時にメニュー見てて、ホットケーキあるやんと思って、久しぶりに食べてみようかなと思って食べたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。そこからもどんどんホットケーキにはまっちゃった結果、頑張ったなこの数日のご褒美に僕はこのホットケーキを食べてます。食べ方はですね、量はあれですけれども、これの3倍欲しいんですけど、こうやってかけていくじゃないですか。ここにですねメープルシロップの湖を作りたいんですよ。バターは固形のままナイフで切って生地にのせて湖に浸して、でそれでやっぱ食べたいんですよ。バターをのせちゃうとバターがこうバーってのってっちゃうじゃないですか、勝手に。バターは溶かすもんじゃない。ホットケーキが好きなんですよ。でホットケーキを食べてるんですけど、バターを食べるためにホットケーキとシロップがあるという、その視点に入るとちょっと恐ろしいなと思ってます。続いてのアイテムはカザールです。今日持ってきたカザールはもうほんとちょっと変わり種を持ってきたんですけど、誰がかけてもちょっとおもろいっていう、このかっこよく決まりきらない感じっていうんですか、なんていうんですかね。このカザールはミーティングの時にはね話がうまく伝わらないです。もうほんとマジで真剣な表情でこのサングラスをかけてて真剣な話をまっすぐにしてる時とかは
俺の話聞いてるっていう時間ができるのがちょっと面白いですよね。絶対聞いてないなと思って、仲のいいスタッフさんで何回も会ってるスタッフさんに効力はなかなかないですけど、どうも初めましての時にこのサングラスをかけてるとですね、結構ミーティングの最初の感じのグループがめちゃくちゃ心地よくて面白くて、でもだんだん話してったら笑いにも変えてくれるっていう、なんかちょっとそういう初めましての人と仲良くなる時にもお世話になってるサングラスって感じもありますね。続いてのアイテムはこちらです。クリスタルです。ありのままの鉱物がかっこいいなと思ってでコレクトしてるんですけど、クリスタルはやっぱ電気通しやすい鉱物なんですよ。なのでレコーディングに結構使用しました。明らかに音が変わるんですよ。一番音のマスタリング TD に影響する機材、それの上に乗せるんですよ。ちょっとこう角度変えたりするだけでベースが急にブッて持ち上がったり奥に沈んでったりとかするんですよ。ファンクミュージック界の生きるレジェンドジョージ・クリントンっていう方がいて、今はセッションさせてもらったりとか一緒に楽曲を作らせてもらったりとか、そういう風にさせてもらっている存在ではあるんですけど、まだそういう距離感じゃなかった時、ジョージ・クリントンがフェスに来るってなったんですよ。普通になんかサインくださいって言ってもちょっとあれかなと思って、コンビニで色紙買うのもちょっと違うよなとかでめちゃくちゃ悩んだんですよ。これ良くないと思っちゃったんですよ僕。サインくださいってこれ渡したらどんなリアクションするのかなと思って、初対面でね挨拶した時にすいませんサインくださいってこれをお渡ししたら色紙に見えるぐらい「はい」って言って「って書いて「はい」ってすげえと思っちゃって続いてのアイテムはこちら、ベースです。もともとギターから始めたんですけど楽器は、でもアレンジをしていく上でベースを弾くことと、ピアノ弾くことドラムを叩くことっていうのも必要だなと思って、でそのうちの一つのベースを、まずは見よう見まねに弾いてみようかなと思ってでベースを始めたんですけど、実はギターよりもベースの方が好きではあります。アレンジするのに、パソコンにいろいろこのフレーズを打ち込んだりするんですけど、それをなんかこう考えてたはずなんだけど気付いたらなんかずっとただなんか一人で家でなんかこう楽しくなっちゃっていくみたいな。他の楽器はあんまないんですけどベースはそういう傾向があって、で俺ベースすごい好きなんやなって思い始めてから、いろんなアーティストの楽曲を聴く時もベース耳になっててベースをめちゃめちゃ聴くようになってたりとか。続いてのアイテムはヘッドホンです。僕自身が耳を患いまして、それで音響障害っていうものを持ってて、大きい音をダイレクトに聞くことがちょっと厳しいんですよ。ドラム缶の中でなんていうんですかね、思いっきりガンガン殴られてるぐらい音を大きく拾っちゃうんですね、左の耳は。ライブ会場で大きい会場になればなるほど音程が取りづらくなったりとか、ちょっとリズムが分からなくなって見失ってしまったりとかですね、いろいろなことが起きるのでノイズキャンセリングを使ってライブをやるっていう。でイヤモニは聞くためにつけてるんですよ。でヘッドホンは聞くためにというよりかはもうプロテクターですね。こういう状況に自分がなったことによって気づけた孤独とか戦いっていうものもあるし、未だにあるんですけど、でもこういう思いで生きてる人たちもたくさんいるんだなっていうことを体感しながら、でライブで自分がその瞬間瞬間を自分らしく戦いながらもう楽しんで生きている、そういう姿をお客さんに見てもらって、力勇気になんか変わっていけばいいなっていうふうに思ってやっています。続いては紫です。赤い色と青い色を混ぜると紫になるじゃないですか。なんか絵を描いたりしてる時に赤ってなんか人間でいうちょっとその興奮状態というかエネルギーがすごくあるような状況でも、青ってちょっと静寂とかエネルギーが静まっているような状況、両方を持ち合わせることって
生きていく上ですごく大事だなと思ったんです。気持ちは高ぶるんだけれども冷静にその場を楽しんで音楽したりアートワークするみたいな、そういう機会が本当に増えて、あ、紫ってすごくいいかもって思ってから好きになっていったんですよね。なので紫にできるものは紫にしてますが、でかといってね、家の中めちゃくちゃ紫かって言ったらそういうわけでもないんですよ。なんかポイントポイントでこれは紫にしようみたいな感じでしてるのかな。続いては雨です。ミュージシャンの方々と仕事する機会がすごく増えた時に、雨っていいもんだよみたいな会話になった時があったんですよ。で、雨いいですかみたいな話をした時に、いや車の中でさって雨の音を聞きながらジャズとか聞くと最高だよねみたいな、そんな大人な過ごし方あんのかっていうところで、僕もちょっと真似してみたいと思って雨の日に車で出かけて、でジャズをかけて、雨の音が車に当たる音と一緒にそのジャズのピアノとかを聴いて、それもリバーブがめちゃめちゃ深いピアノのジャズのアルバムを選んで、そのジャズを聴いた時から雨ってめっちゃ気持ちいいって思って、でそれから雨がすごく好きになってって、好きになりすぎたのかなってちょっと思う出来事現象が起きるようになっちゃって、ライブの初日とライブの最終日には絶対雨が降るんですよ。野外とかで歌を歌うと大体降るんですよ。僕に関わってくださるスタッフさんは毎回ビクビクしてるんですよ。続いてはこちらです。古代魚エンドリ・ケリーです。母に叶えたかったけど叶えられてない夢とかってあんのって質問したんですよ。でそしたら、お魚さん飼いたかったけど飼われへんかったわっていう答えが返ってきたんで、それやったら自分が家で飼ってあげたらお母さんの夢叶えてあげられんなと思って、で熱帯魚屋さんに行って、そしたら水槽にこのエンドリ・ケリーがいて、この魚何ってなって、そのままお家に招き入れたんですよ。お母さんの夢を叶えてくれた魚、夢を叶える魚、なんか自分の中でそういうストーリーが出来上がってきて、自分がものを作る時ですね、堂本剛っていう名前だけじゃなくって何か欲しいなーなんて思ってた時だったので、エンドリ・ケリーいいかもと思って、もともとエンドリ・ケリーを始めたのは結構前に始めてたんですけど、途中お休みしてたりとかして、でもう一度改めてエンドリ・ケリーやろうと思って、でその時に今のスペルに変えたんですよ。エンドとリ、終わりと始まりっていうものが何かこう共存してる名前。何かに挑戦する時ってやっぱり何かを諦めたり何かをやめた上で何かを始めたりするっていうこともすごく多いし、なんかそういう瞬間に向き合っている人たちの力になれたらいいなっていう思いも込めてエンドリ・ケリーで、ケリーはもう僕のただのニックネームですけど、なんかこのエンドリ・ケリーっていう魚に出会えたことでいろんな人々ともつながれて最高のいろいろな日々をくれた、そんな魚エンドリ・ケリーです。エンドリ・ケリー堂本剛の10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。こうして改めて自分の人生に欠かせないものを冷静にいくつか並べてみると面白いもんだなと思いました。非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。10エッセンシャルズエンドリ・ケリー堂本剛でした。それでは皆さんまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。